コーヒーを飲んで、空き缶をゴミ箱に捨て、また走り出した。広い通りに出た。片側3車線ある。この道はどこに続いているのだろう。赤信号で止まって、青に変わるのを待っているとき、空き家になっているらしい。古いアパートを見かけた。その時、実家のことを思い出した。2年前、親父が亡くなって、今はもう誰も住んでいない。俺の実家も空き家だった。これまで仕事が忙しくて、家と土地をどうするべきか決めていない。そうだ、実家に行ってみよう。俺はそう思った。問題が一つ。実家のドアには鍵がかかっている。その鍵は現在住んでいる自宅のマンションにある。確か寝室のクローゼットの中にある。金庫に保管されているはずだった。金庫の番号は今の書棚にある。黄色いファイルを見ればわかる。俺は一旦自宅に引き返した。妻はもう仕事に出ているはずだから、見とがめられる心配はないだろうと思った。自宅から実家までおよそ 28km の距離だった。自宅に戻って鍵を手に入れて、その1時間後、実家に到着した。昔商店街だった通り、今はどこも店を閉めてしまっている。その中にある2年前から放置された喫茶店。そこが俺の実家だった。俺は裏に回り、玄関の鍵を開け、中に入った。雨戸を閉めているから中は薄暗い。照明のスイッチを入れてみたが、もちろんつかない。電気もガスも水道も止めてある。カビ臭く埃っぽい。俺は雨戸を開けて風を入れた。しばらくそこにいた。埃をかぶった椅子に座って考えていた。考えていたのは先ほど鍵を取りに戻った自宅のマンションのことだった。妻が仕事に出て行った後の妻のいないマンションの室内。今、寝室、バスルーム、キッチン。まだ若かった新婚の頃、俺たちはそこで幸せを夢見ていた。でもいつの頃からか
俺たちはあまり話をしなくなった。仕事が忙しかった。帰りはいつも遅くなった。あいつも仕事をしていたし、すれ違いが多かった。仕事が楽しかったわけじゃない。プレッシャー、気苦労、長時間労働の疲れ。でも仕事を辞めるわけにはいかなかった。ふと我に返って、自宅のマンションではない。実家の室内を見渡した。俺は思った。ここを売れば多少は金になる。金は救いだった。電気、ガス、水道を止めてある実家で、一夜を明かすのはやめておいた。その日は安いビジネスホテルを見つけて一泊した。翌日は朝早く起きて出発した。空は少し曇っている。天気予報ではにわか雨も降ると言っていた。雨はあまりありがたくない。海沿いの道に出て走った。バイクで走るのは海沿いの道路か峠がいい。気持ちがいいし走りやすい。都会の複雑な道路はごめんだった。後ろから来る車はどれもだいぶ間隔を空けて追い抜いていく。時速45キロで走っている。小さなバイクは頼りなく思われているに違いない。下手くそなバイクと接触して事故でも起こしたら大変だ。そう思われているのかもしれない。やがて心配した通り雨は降ってきた。ちょうど大磯の海岸のあたりで、海岸沿いの西湘バイパスの下に逃げ込んで雨宿りをした。海は静かだった。波もない。静かな海を美しいと思った。そのうちに雨が強くなってきた。静かな海に降る激しい雨。不思議な風景。この時間を誰にも邪魔されたくない。嫌なことは思い出したくない。自然が作り出す風景。広大で静かな海に降る激しい雨。でもこういう時に限ってトラブルに出くわしてしまう。人影が突然視界に入った。
人影は海の方に歩いていく。セーラー服を着ているから。女子高生なのだろう。雨でずぶ濡れになってしまっている。娘は波打ち際まで行くとしゃがみ込んだ。ふざけているのかと思った。近くに友達でもいて遊んでいるのかと思った。しかし辺りを見回してみると誰もいない。その娘は一人だった。平日の午前中、その光景は少し異様だった。娘はうずくまったまま動かない。娘の前にある海というものが危険なものに思えた。放っておくのがまずいような、そんな気になった。しばらく迷って俺は声をかけてみることにした。シート下の収納スペースに入れておいた通勤カバンの中から折りたたみ傘を出して刺した。近づいて声をかけた。君、大丈夫かい？反応はない。娘は一点を見つめている。娘の見つめている先には土砂降りの雨の向こうの海と空しかなかった。とにかく大丈夫なのかどうか確認しようと思った。もし大丈夫ならその場を離れられるし、大丈夫ではなければ助けを呼べばいい。俺は尋ねた。具合悪いのかい？何の反応もない。何を言っていいのかわからず困った。苦し紛れに俺は言った。バイクでも乗ってみるかい？すると突然娘が顔を上げてこっちを見た。バイクあるの？と娘が言った。俺はもう10年以上もバイクに乗っていない。その俺が二人乗りをする。どうかしてる。一人で乗るよりも二人で乗る方がバイクの操作は厄介だ。二人乗りの重いバイクはバランスが取りにくいしブレーキも効かない。事故を起こす確率が高くなる。
ということだ。俺は砂浜を道路の方に歩いていった。後ろから娘がついてくる。うかつなことを言ったと思っていた。どんなバイク？と娘が尋ねた。小さいスクーターだよ。110cc の。バイクに向かいながら。ヘルメットが一つしかないことを思い出してハッとした。ヘルメットがなければ娘を乗せることなどできない。うっかりしていた。君のヘルメットがないんだ。だからやはりバイクには乗せられない。自分からバイクに乗らないかと言っておいて、そんなセリフも言いにくい。しかしその時、この近くにロビンフッドがあったのを思い出した。全国展開の安売り量販店だ。仕事で取引先を訪れた時に見かけたことがある。あそこなら安いヘルメットを売っている。その時、娘をバイクに乗せてみようかという気になった。娘に何があったのかはわからない。でも娘は落ち込んでいるらしい。俺も同じだった。俺も落ち込んでいた。だからバイクに乗りたくなった。もし娘の心が少しは晴れるなら、後ろに乗せるのも悪くない。しばらくしてにわか雨は止んだ。空が明るくなり、日も差し始めている。俺は相変わらず時速45キロを維持した。娘はスカートを尻の下に託し込んでタンデムシートに乗っていた。人を後ろに乗せているのだし、間違っても事故は起こせない。10年ぶりにバイクに乗る俺にとっては疲労も大敵だから。途中で休憩もたっぷりとった。時たまコンビニエンスストアや公園などを見つけると、俺はバイクを止めた。別に行くあてがあるわけではない。先を急いでも仕方がない。コンビニエンスストアに寄るたびに
飲み物や食べ物を買った。肉まん、フライドポテト、フライドチキン、フランクフルト、コーヒー、ウーロン茶。娘はよく食べた。若いだけのことはある。やがて娘は口を開いた。私の親、離婚するんだ。どうして？お父さんとお母さん、仲悪い。お母さん、お父さんのこと、頼りないって。お父さん、仕事辞めさせられて。もう諦めてるの。俺は思った。世の中ってやつは冷たい。誰にでも。コンビニエンスストアで。バイクを止めたとき。先ほどまでびしょ濡れだった。娘の髪とセーラー服がだいぶ乾いてきたことに気がついて、俺はしまったと思った。バイクに乗っていると風を受ける。髪やセーラー服に含まれた水分が風で飛ばされると体温が奪われて風邪をひく。娘はまだ16か17か18の小娘で、そんなことは知らない。もし風邪をひいたら俺の責任だと思った。結局その日は国道1号を箱根のあたりまで行って引き返した。彼女を乗せた大磯の海岸でバイクを止めた。もう日が暮れ始めていた。俺と娘はそこで別れた。少しは元気になったかと俺が言うと、娘はうなずいた。それじゃあな、と俺は言った。ありがとう、と娘は言った。再生リスト3に続きます。